こんばんは、はるけです。今回はシェイプシフターズチーム3のティアリストになります。本日からですね、チーム3が開幕をされました。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、今回も少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。じゃあそれでは、早速紹介をしていきます。こちらがシェイプシフターズチーム3のティアリストになってます。D には誰も入れてないという風なことにはなるんですけど、C ですね。C はニコラ・ペペを入れました。もともとサイドハーフの選手なんですけど、CF に変更をされていて、あとは逆足もね、5になってるという風なところですね。スキル4逆足5っていうのは非常に素晴らしいという風に思います。ですけど、なかなか個人的には、使い方が、普通すぎるかなっていう風に思って、今の現環境ではなかなか、難しいかな。理不尽さがあまりないっていうことで、この回は C にしました。あとは若干、パスもね、あまり上手くはない選手だったり、するので、本当にスピードとか、軽さはある程度あるんだけれども、相手のディフェンダーもめっちゃ強いし、細かさっていうのについてくるディフェンダーも多くいる中でいくと、なかなかちょっとスピードで行く状況にならないと、ちょっと厳しいのかなっていう風には感じます。で、そして B ですね。B は目標できたガビ、そして、エンネシリ、そして、シェイプシラーズのアイコンですね、キャンベル、この選手3名を入れました。ガビに関しては目標できているので、無料で獲得ができるカードになるんですけれども、最適は、自分は CM だったりとか、中盤で使うとこだと思います。右サイドバックだと非常にガビの弱さが目立ってしまうかなと思います。身長の低さだったりとか、あとはフィジカル面ですね。がちょっと、気にはなるかなと。いうふうに思います。サイドバックとしてボールは持てたりとか、非常に軽い選手にはなるんで、軽さっていうのは、もたらすことはできるんですけれども、その分サイドバックっていうのは守備もしないといけないので、その中で守備値だったりとかは高くなってるんですけれども、どうしても身長の低さで、もちろん相手もでかい、キーパーがね、前線の選手にいるとかっていう状況になってるので、なかなかフィジカルで取りきれないとか、ヘディングで負けてしまうっていうことは絶対に起こり得ると思います。で、そして、エンネシリですね、エンネシリ。エンネシリに関してはね、スキルが5に変更をされてるんですけれども、逆足が3という風なところですね。逆足3っていうのは、ちょっと、あまり、良くはない、今のね、数値、現環境での数値にはなってるんですけど、スピードがあって、あとはスキルもね、5だったりするので、サイド突破だったりとかもできる、そんな選手になります。ニコラ・ペペの方がね、逆足5でスキル4でいいんじゃないかっていう風に思う方もおられるかもしれないんですけど、やっぱりその、スキル5の技でグイッと、力強さを持って運んでいけるのがエンネシリかなという風に思ったので、どちらもサイドで、使うってなった時には、エンネシリの方が、なんていうんですかね、相手を抜き切ることができるのかなという風に、思って、エンネシリの方がランクを上にしているという風な、感じです。ですけど結構重たい、選手にはなるので、スキルを使わないっていう方だったらペペでもいいとは思うんですけれども、自分的には、エンネシリの方が若干ランク的には逆算ではあるんですけれども、上かなという風なところです。で、そして、キャンベルですね。シェイプシフターズアイコンの強化で来ましたキャンベル。キャンベルもね、LW と、ウイングの選手として出てきて、エンネシリとそんなには、変わらないんですけど、この選手もね、4-4っていう風なことで、スキル逆足どちらも4という風なところはちょっと物足りないかなっていう風には、思います。で、キャンベルも、ペペ同様に、ペペと比べるような感じになってしまって申し訳ないんですけど、やっぱり、キャンベルとかの方がやっぱりフィジカルがあって、強さっていうのがある程度あるんですよね。で、速いし、スピードも速いし、なんで、ぐんぐん行く推進力っていうのはキャンベルの方が感じるかなっていう風に思います。あとはやっぱり空中戦の部分で、これエンネシリとも共通をするんですけれども、ペペと比べると、やっぱり圧倒的に空中戦での強さっていうのがこの2人はあります。キャンベルなんてもともとセンターバックですし、ジャンプも高くてヘディング精度も高い選手にはなるので、
まあそこのプラスの要素っていうのも、まああるので、まあ本当に軽さっていうのを求めるのであればペペですけど、まあ全体的な部分で見ると、まあ個人的にはやっぱりキャンベルも、B というかまあペペより上のランクにはなってしまうかなという風なところで、それでね、なかなかこう、ペペも B にしようか迷ったところはあるんですけれども、まあこのエンネシリ、キャンベルの方がプラスの要素が多いのかなという風に感じて、ここに、しました。で、そして A ですね。A はですね、シェイプシフターズのルシオン、そして、シェイプシフターズのトレント・アレクサンダー・アーノルド SBC で、来ました。で、そして、フィーゴ、シェイプシフターズアイコンの2バージョンで来てるフィーゴですね。まあ、ルシオンに関しては、身長はそこまでないんですけれども、ジャンプが86あったりとか、空中戦は、まあ、比較的頑張ってはくれると思います。めっちゃ強いってわけでは、ないという風に感じます。まあ、スキルが5で、その分スピードも速く、小柄なね、身長を活かして運んでいくことができる。そんな選手になりますね。ドリブルも軽いので、非常に持ちやすさっていうのを感じれるかなという風に思いますね。まあ、フランス国籍っていうのは、素晴らしいんですけど、まあ、チームがちょっと難しかったりはするので、まあ、使える方は、ちょっと少ない、かもしれないんですが、まあ、プレミアムとかでね、来てればもっと需要は高まったかなというふうには、思うんですけれども、この選手も比較的もう全然使える、サイドバック、にはなるなというふうな印象ですね。で、そして、トレント・アレクサンダー・アーノルドですね、SBC で来ました。まあ、価格はね、一旦、まあ、考えないというふうなことにして、まあ、実力だけでね、決めてるランク、ティアリストにはなるので、まあ、スキルがね、5になりましたし、まあ逆足も4なんで、比較的今の現環境でも通用する ST、ストライカーかなというふうに思います。で、パスも上手いし、まあドリブルもある程度全然軽い選手にはなるので、扱いやすいキャラクターの選手ですね。まあチーム3同じく、今週から来たマグワイアだったりとか、まあ選手、来た、まあノイアー、チェフだったり、みたいなタイプとは別です。どっちかっていうとやっぱり軽さがありながら、周りを使いながら、まあ自分も、行くことができる、そんな選手になるので、まあ個人的には全然使えるかな。まあ扱いやすいなって感じる方は多いというふうに思います。まあ理不尽さっていう風な部分でいくと、もちろんフィジカルはね、そこまでめっちゃ強いっていうようなこと、ではないので、まあそういうようなところで、あそこちょっといけないかっていう部分は、まあどうしても出てきてしまう、そんな選手になりますね。で、そして、フィーゴですね。こちら2バージョンあるんですけど、どちらも A ランクという風なことに、しました。フィーゴはですね、実際この選手として、ちょっとね、持ちにくさがある選手ですね。なんかね、ちょっと違和感があるというか、なんかね、なんかちょっと重たいわけではないですけど、なんかちょっと、もっさりしてるなって感じる、方はおられると思います。それは ST にしても、まあこの CM にしてもどちらのバージョンでもですね。もちろん、2つのバージョンどちらも能力高くて、ST の方はスキルが5で CM の方は逆足が5にも、なってますし、非常にそこのスキル逆足も、いいですし、能力も高いのでいいんですけれども、まあ普通かなという風なところです。個人的には、まあ全然この選手の代わりは務められる選手はいる。だけれども、別にフィーゴも今の現環境でも通用する。どちらもです。どちらのバージョンも通用するレベル、にはなってるので、まあなかなか S まではいかないかなという風な、ところではあるんですけれども、まあ A、という風なところが妥当かなという風には感じました。で、そして、S ですね。一番上のランクとしては、ロリス、シェイプシフターズのロリス、そしてシェイプシフターズのジョアン・フェリックス、そしてシェイプシフターズアイコンのシュバインシュタイガー、そしてシェイプシフターズのマグワイア、そしてシェイプシフターズのクロスターマン、そしてシェイプシフターズポグバ、そして最後にシェイプシフターズアイコンのアンリと、この7名をチーム3では一番上のランクにしました。まあ、ロリスに関してはですね、キーパーから CM に変更をされて、もちろんその元々のデカさ、っていうのを活かして足の長さもありますし、インターセプトだったりとか、守備面もね、非常に高いので、まあ、守備的な選手として、使いつつですね、まあ、スキル4、逆足5にもなってるので、まあ、シュートも、まあ、打つことが、できるんじゃないかなというふうには感じます。重さっていうのは、まあ、比較的、ある選手にはなるので、まあそこだけは注意かなと
いうふうには思うんですけれども、まあ加速タイプも長いというふうなところを活かし、かつペースもね、ある程度あるので、その遅さっていうのは感じない、選手にはなります。まあ、本当にこの選手もですね、キーパーから、変更をされて、普通に強い選手に、なって出てきたなという風なところです。まあプレミアリーグでフランス国籍でっていうところでいくと、まあ、ケミストリー合わせやすいのかなという風にも思いますし、使える方は多いんじゃないかなという風に思います。で、そして、ジョアン・フェリックスですね。フェリックス。まあ、フェリックス本当にかっこよさと、また強さを兼ね備えた選手になります。もともとスキルが5なんですけど、まあ逆足もこのカードは5になったことによって、5-5のフェリックスが誕生をしました。で、またですね、まああまり前線とは変わらないキャムという風なことになったので、まあ守備面も若干上がりながら、まあ前線で必要なペース、ドリブル、シュート、パスっていうのが上がったという風な、ところになります。まあ、本当に最強クラスのフェリックスが来たなという風なところで、まあ値段も200万を超えるぐらいになりました。あとはやっぱりキャムだけではなくてね、やっぱり CM をね、この選手もできるという風なことが非常に大きいかなっていう風には、思います。本当にフェリックスはもともとね、今作の中では使いやすい選手、ドリブルもめっちゃ軽いので、まあ個人的にやっぱり好きな選手で、まあ使いやすい選手にはなるので、まあこのシェイプシフターズも非常に強さっていうのがありますね。で、パスもめっちゃうまいんで、本当にこうトップ下に最適なパス能力をしてますし、あとは守備もできるようになってるっていうのは非常にいいかなというふうに思います。まあこの選手、なんかこう、ぬるぬるいける、選手にはなるので、まあドリブル好きの方にもいいと思いますし、単純なストライカーとして使うっていうのもいいと思います。本当にまあ前線、まあサイドもね、全然できるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ前線どこでも、できる、まあ高クオリティの選手というふうな感じですね。3CM の一角でもいいと思います。で、そして、シェイプシューターズアイコンのシュバインシュタイガーですね。シュバインシュタイガー。まあ、シュバインシュタイガーに関しては、もちろんこの選手もともとめっちゃね、あまり使われてこなかった、選手ではあるんですけれども、まあ、このシェイプシフターズアイコン、センターバックになって、めちゃくちゃ値段高いですね。この選手も200万を超える、選手にはなりましたし、まあ本当にそれだけこう需要があるのかなっていう風に思います。まあペースはね90乗ってますし、シュートはあまりね決定力は高くはないんですけれども、まあシュート力があるという風なところがいいのかなと思います。で、この選手は守備面はめちゃくちゃ強くなってます。本当に最強のセンターバックっていうかもう大工並みの守備値してるんで、なんで、まあそこの守備面に関しては問題ないと思います。フィジカルもめっちゃ強いんで。ですけどやっぱドリブルの重さだったりとかっていうのが結構際立つかなと、いうふうに思います。なんで、まあ、個人的にはね身長もね低いんで183ってちょっとセンターバックとしては低いんで、まあ、ジャンプはあるんでめっちゃね空中戦負けるってことはないと思うんですけど、個人的には一番この選手が最強なんは右サイドバックだなと、いうふうに思いますね。まあ大体ポジションでね、RB ついてるので、そのまま配置できると思いますし、まあ逆足5なんで LB でもいいと思います。サイドバック起用。この選手がサイドバックしたらマジで最強だと思いますね。中盤だと、ちょっと重たいと思います。アジリティとか、敏捷性バランスっていうのがそこまでない選手なんで、他にもうちょっと持ちやすくて、っていう選手はいるんで、なんで中盤、センターバックから中盤っていうのは、まあちょっとチーム2でね、ベターになったかもしれないんですけど、この選手はサイドバックが一番本当に最強だと思いますね。まあ LB 起用なのか、もともと大体ポジションについてる RB 起用なのかっていうのが、正直多分一番この選手の価値っていうのが感じられるかなというふうには思います。まあセンターバックでもボランチでも全然使っても強い、選手にであることは変わりないんですけど、個人的なおすすめはサイドバック起用という、ふうなことですね。で、そして、シェイプシフターズのマグワイヤーですね。マグワイヤー。まあ、マグワイヤーに関してはですね、やっぱりでかい、そして速くなったという、ところが非常にでかいですね。あとはスキルが5にもなってるので、まあそこもスキルを使いたい方にはいいのかなというふうに思います。本当にチーム2のチェフだったりとか、あとはノイヤーみたいなタイプですね。本当にでかさというか、身長の大きさ、
強さっていうのを活かして、まあ、抜け出したりとか、スキル5を使ったりとかっていう、選手になります。で、この選手はノイアー、チェフよりも重たいと思いますね。それは体重は100キロなんで、体重の面も合わさってくると、やっぱり横のデカさっていうのも、出てくるので、そこのドリブルでの重さっていうのは確実に感じると思います。敏捷性も80と少し低いので、こう切り返しとか、っていうのはあまり、得意ではない、選手になります。なんで、個人的にはね、ちょっとね、A とかにもしようかなっていう風には思ったんですけれども、フィジカルは半端ないんで、なんで、使い方さえ、まあ、しっかりすればというか、まあ、ノイアーとか、チェフとかを使ってきてる、まあ、リュディガーとかもそうかな、とかを使うのがめっちゃうまい、めっちゃ合ってるっていう人はマグワイアもめっちゃいけると思います。なんで、そういう風な使い方をされる方のマグワイアはめっちゃ、ほんと止められないと思うんで、個人的には S にしたという風なとこですね。本当にフィジカル負けしないと思いますし、そういう意味ではやっぱり理不尽さは感じるかなという風に思います。本当にディフェンダーがこけたりとか、もうフィジカルで勝てないみたいな、ことができる選手になるんで、もうそうなってくるとね、操作してる側からするともうどうしようもないじゃないですか。いや、こけたやんみたいなことになるんで、まあそこの理不尽さっていうのは、まああるなという風なところで、ちょっと今回はマグワイアは S に、したという風なところですね。で、そして、シェイプシフターのクロスターマンですね。クロスターマン。まあ、リークでね、話をしてた RB での登場っていうのは、叶わず、でしたね。個人的には、RB で来てほしかったなっていう風に思うんですけれども、まあ、LB で、来たという風なとこですね。で、この選手はやっぱり、グバルディオール、作った方には嬉しい選手で、やっぱりライプツィヒで、同じチームで来たっていうのは非常にでかいかなと思います。で、この選手ね、LB に左サイドバックに変わったんですけど、逆足が変わってないので、右足のまんまなんですよね。だから左足で出すことが多くなる LB っていうのは、まあちょっと怖いかなっていう風に思います。一応逆足は4なんで、全然いいですし、パス能力も高いんですけど、やっぱりもっと求めるのであれば、左利きに変わるか、まあ逆足も5になればよかったなっていう風には思います。で、一応まあ、スキルも5にはなってるので、まあ運んでいく力っていうのもこの選手はありますし、ドリブルめっちゃ軽いってわけではないんですけど、まあスピードがあるので、そのスピードでぐんぐん運びながら、まあ、時たまスキルも出せるよっていう風な選手ですね。で、守備面はめちゃくちゃ強いです。やっぱりもともとセンターバックっていうこともありますし、フィジカルもね、かなり強くなってるので、まあ、個人的にはかなりいい選手、として出てきたなという風には思います。で、そして、続いては、シェイプシフターズのポグバですね、ポグバ。まあ、現役の、シェイプシフターズの中では最高額かな、っていう風にはなります。このチーム戦の中では一番高い、値段になってます。まあ、それもそのはずで、やはり5-5になって出てきました。これフェリックスと同じです。で、そして能力も凄まじく高くですね、でかくて速い、さらにスキルも逆足も使えるという風な選手ですね。で、さらに大体ポジションで右サイドもできるという風なところが非常にでかいと思います。まあ、本当にでかい選手を使える方はですね、右サイド、右ウィング最強クラスかなという風に思いますし、やっぱり逆足もスキルも使えるっていうのはなかなかいないんですよね。やっぱりチェフもノイアーも今回のマグワイアもそうですけど、5-5とまではいかなかったんで、そこで本当にでかくて速くてっていう選手が、まあこう5-5になって出てきたっていうのは、まあちょっと非常にやばいかなという風には思います。で、まあ一応ディフェンスの数値はそこまでね、高くはないんですけれども、一応本当に攻撃的な 3CM の一角として使うっていうのも、十分かなと、非常に強いかなという風に思います。まあちょっと、もちろんその軽い前線の選手からすると重たさっていうのはあるので、まあそういう中盤起用っていうのも全然ありかなという風に思いますね。本当に能力高くてですね、ペースも速いし、まあシュートも打てるし、だって決定力も97あって、シュート力も98あるんで、本当にもうカンスト近くいってて、それが逆足でも蹴れるんで、で、かつパスもめっちゃうまい。パスも本当にスルーパスも出せるレベルで、高い。
なんで、本当に前線としての最強クラスで、まあ、でかさ、もうある程度でかくてもいいよっていう方からすると、本当にめちゃくちゃ強い、選手になるので、まあ、これは、それぐらい値段するやろな。800万ぐらいするんで、まあ、当たれば、最高ですね。で、そして、最後で、シェイプシフターズアイコンのアンリですね、アンリ。まあ、アンリはですね、アイコン選手、として、まあ、待っていた方も多いかとは思います。で、またこの選手もですね、リークで話をしていた通り、55になりました。まあ、えぐいね。まあ、えぐいね。まあ、この選手は、まあ、もともとね、ST の選手だったんですけど、このシェイプシフターズアイコンの、カードによって、右ウイングに、変更をされました。RW ですね。なんで、まあ、基本的には、やっぱり、強さ、かつ、やっぱりこう、使いやすさっていうのも手に入れることが、できたと思います。アンリはもともとちょっと重たい、キャラだったんですけれども、この RW のシェイプシャツアイコンのアンリに関してはドリブル能力がめちゃくちゃ高くなってます。敏捷性は96で、そしてドリブリングが99あるということで、まあバランスも90まで上がりましたし、これは、これまでのアンリからですね、非常に高くなった数値です。93のプライムのアンリではバランスは66だったんで、バランスに関しては24上がってます。なんで本当に使いやすく、まあアンリ重たいなって、感じてた方も、まあこのカードなら、かなり改善されてる、軽くなってるという風なところですね。1個注意点は、まあエトーと同じような感じで、左利きに変わってるので、まあそこがちょっと持ち方が、まあ若干、これまでのアンリよりかは違うくはなるかなっていう風なところ、だけで、まあ、あまりね、エトの時は違和感はなかったので、その左利きに変わったっていうのは。なんで本当に強い選手として出てきたなっていう風には、思いますね。まあ1000万今してますけど、まあしてもおかしくはないだろうなという風な選手になります。まあっていう感じで、これがシェイプシフターズのチーム3ですね。最新版のティアリストになります。まあ本当に、最終週にふさわしい選手たちが多くまた出てきたなという風なところになります。チーム3も楽しんでいければという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。